おはようございます。たかしです。本日は10月9日水曜日、ただいま10時18分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からです。昨日は下髭の陽線になってきております。ここのところ今黄色丸で囲ってあるんですが、ずーっと揉み合いなの分かりますかね。陽線と陰線が交互に出ている揉み合いということは、ここから下落していく可能性があります。現在はここダブルトップをイメージしておりまして、ここからの下落になるのかどうかというところですね。もちろん上抜けていく可能性もあります。基本的には今はこういった上昇トレンド中なんですね。高値を切り上げてきているんです。ですので基本は上昇トレンド中。ただその中で今てっぺんをつけてきてますので、ここで一度押しを作って再上昇みたいな、こういうイメージもできますので、そう考えると現在はダブルトップからの一度押しを作りに行く。今までですとここ上昇してきて、ここから深めの押しを作ってますよね。深めの押しを作って上昇。今回もここから深めの押しを作ってからの上昇というところが考えられます。それが今はどうなるかってところですね。ダブルトップでの下落はこの大きな上昇トレンドの押しになってくるのか、それともこのまますでに上昇トレンド継続で上昇していくのかどうかというところです。もし上昇してくれば次イメージされるのがこの高値ですよね。この辺引っかかりがあるところですので、198円付近がターゲットになってきます。では4時間足です。日足のダブルトップの左側の山がここですね。今そして右側の山がここで完成したのか、それとももう一回上昇してさらに下落していくという、こういうイメージ。直近のこの高値 195.5 付近、もしくは196円付近ですね。この高値ぐらいまで一度上昇して、そこでこの日足のダブルトップの右側でさらにもう一つダブルトップを作っての下落になるのかっていうところを見ておきたいです。昨日は一度下攻めをしたんですが、結構長い下髭を出して、そこからじりじりとこういうじりじりという上昇に向かってきてますね。そう考えるとやはり先ほど言ったイメージが可能性として高いのかなと思いますので、ここからもう一回上昇、そして直近の高値の 195.5 から196円付近が意識されて下落する可能性、こういうイメージを持っておきたいです。もちろん上抜ける可能性もありますが、その場合は先ほど日足で言ったイメージでの上昇、197円から198円ぐらいまでの上昇になる可能性を考えておきたいです。そして注目するのがストキャスティクスですね。今まで上昇して下落しててすごく綺麗に動いております。そして上昇したところ、デッドクロスしたところっていうのはチャートも下落しているんですね。逆にゴールデンクロスしたところっていうのはチャートも上昇しておりますので、今のところストキャスティクスとチャートが綺麗に連動しているんですね。と考えると現在はこれ高値圏ということは、ここから下落していく可能性が高くなってきます。もちろん現在地付近から下落するのか、もう少し上昇して先ほど言ったイメージで下落するのかはわかりませんが、どちらにしても一度下落方向をイメージする、そういうポイントには来ております。なので先ほど言ったようにじりじりと昨日から上昇はしてきてますが、この上昇あまり長く続かないかもしれませんので、直近の高値まで上がってくるかもしれませんが、そこを待たずに下落していく。今インジケーターを見ているとそんな感じに見えてきますので、そこはご注意ください。では1時間足です。昨日の動きはここですね。かなり分かりにくい動きをしているのが分かります。GMMA の青帯の下から始まったんですが、昨日はこの水平線、白い水平線を何度も下抜けようとしたんですね。結局でも下抜けられずに戻されてきて、今は GMMA の青帯の上に来ております。ただ結構上値も重いんですよね。昨日の動きがここでのこんなレンジ、そして現在の動きがここでのこんなレンジになっておりますので、基本的に方向感がないんですよね。下がったところでも上がったところでもレンジを作るという、基本は上昇していくのでも下落していくのでもなく、決まった価格帯でボックスを作ってきておりますので、まずはこの現在のレンジをどちらに抜けるかですね。上に抜ければこの赤い水平線付近、195円から196円を目指して上昇していく可能性がありますし、下に抜ければ昨日の安値付近まで193円付近まで下落していく可能性があります。今1時間足の GMMA を挟んで上がったり下がったりしておりますので、基本はこの中でのこういうレンジですね、をイメージしておくといいと思います。そう考えると、アラートは昨日の高値付近に設定、それから昨日の安値付近に設定しておく、それとこの間ですね、この間に設定しておいて、そのあたりでアラートに引っかかってくれば、そこからトレードを考えていけばいいと思いますので、これを抜ければ次の高値とか安値まで動きますが、まずはこのレンジの中での動きですので、そのあたりにアラート仕掛けておくといいと思います。現在使っているのがトレーディングビューというチャートツールなんですが、使いやすいですので、もしよければ概要欄に URL を貼っておきますので、そちらから無料登録をしてみてください。
ではドル円の日足を見ていきましょう。こちらも昨日は下髭の陽線になってます。ただちょっとローソク足の実体部分はありませんので、現在はここ高値圏での揉み合いです。こちらもこういうダブルトップが意識されますので、現在地付近から下落するのか、それとも149円を上抜けてくるのかっていうところです。今は GMMA の青帯を上抜けておりますので、現在地付近で値固めができればもう一段の下落になるんですが、まだここから GMMA の青帯下抜けるということも考えられますし、今大枠ではこんなレンジになっている可能性があるんですよね。ですので、今はレンジの上限と考えると、ここからレンジ下限を目指して下落していくっていうことも十分考えられますので、その辺の動きを見ておきたい。今上限から上抜けるのか、それとも上限から抜けられずに下落するのかという分かれ道にあります。では次は4時間足です。4時間足は GMMA の青帯が上向きですので、基本は上昇トレンド中なんですね。ただ昨日の動きを見ていると、ほぼほぼ動けてません。一昨日からそうですよね。月曜日、火曜日とすごく分かりにくい動きをしているっていう感じですので、今は GMMA の青帯に押しをつけるのを待っているのかなという感じがします。基本的に GMMA に接触してそこからの反発、こういうところもそうですよね。ですので、まずは GMMA の青帯ぐらいまでの下落、そうすると大体このあたり、147円付近までの下落、そこからの再上昇、それが149円を超えてこられるかどうかっていうところに注目です。もちろんここから今昨日のこの動きを見ていると、ここからこういう感じでダブルトップを作りに行く可能性がありますので、こういうイメージも持っておくといいと思います。基本は一旦の押しを待ちたいですね。ですのでここから上昇するというよりも、この上値が重いイメージから一旦下落してからの再上昇のこの流れに乗っていくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯が今まで上向きだったものが、ここ昨日ぐらいから横向きになってきてますね。ということはレンジです。ですので上がったり下がったりを方向感なく繰り返すという風に思っておいてください。本日今朝方からちょっと上昇方向に動いてますが、上昇して下落して上昇して下落してっていうのをこういうのを繰り返していく。それでそのレンジが終わってから上抜けるのか下抜けるのかっていうところを待っておきたいですね。今 GMMA の青帯付近にあるときはどちら向きに動くかがわかりませんので、例えば GMMA の青帯、ここですと GMMA の青帯と離れてくると GMMA の青帯までこう近づく動きをしますよね。この動きを待っておきたいので、まずは GMMA の青帯から離れてくるのを待つ。そうすると今度は GMMA の青帯に戻すような動きになってきますので、その戻す動きに乗っていくっていう、そういう感じです。基本は上昇トレンド中、大枠では上昇トレンド中なんですね。GMMA の青帯上向きですし、先ほどの4時間足も上昇トレンドでしたよね。ですので、できれば下がったところから買っていくですね。こういう風に下がってきたところ、こういう水平線とかまで近づいてきたところからの上昇の流れに乗っていくっていう方がトレードとしては安全だと思います。ただ、直近の高値149円付近もかなり意識されてますので、149円付近、このあたりですね。このあたりまで近づけて、そこからの下落の流れも全然利用できると思いますので、その辺ですね、しっかり下がってくるのを待つ、もしくは上がってくるのを待って、そこからの反転の動きを利用するとトレードがやりやすくなると思います。ですので、ドル円ですと、アラート仕掛けるならここですよね。149円付近と、あと 147.2 付近、このあたり、もしくは昨日の安値付近ですね。そのあたりにアラートを仕掛けておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。